おあうわ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 みんな使ってどうもなんとか塾です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日の動画なんですが、私マイブームが来ておりまして、天蔵タップの動画2本ほど出しているんですね。いわゆる案件ではあるんですが、私の心に天蔵タップが刺さっているからこそやっている動画でもあるということで、天蔵タップ加工者にとって非常にいい動画ということで2本ほど動画上げさせていただいているんですが、まあネジを作るものとして切削タップと天蔵タップ、2種類あると、M8 の天蔵タップを使おうが M8 の切削タップを使おうが、M8 の穴が開くということには変わりがないというところなんですが、切削ネジか天蔵ネジかで、プロセスが違うということなんですよね。どうやら天蔵ネジの方が強度が高いらしいらしいんですよ。そうなんですか。切削ネジは金属から、当然削り出すので、素材の組成を切り取ってるらしいんですよ。に対して天蔵は組成変形でぐーっと変形させてるので、金属の組成を切り取っていない強度の高い組成でどうやらできているらしい。押しつぶして出来上がるわけですもんね。もしかしたらその加工効果もしてるのかな。材質によってはしてるかもしれない。材質によってはしてるのかな。天蔵ネジの方が強度が高いらしいと。わかります、その気持ちは。気持ちはわかる。気持ちはわかります。でどうやらネットでパッ適当にね、適当に調べたところによると、切削ネジと天蔵ネジを比べたときに最大で 1.5 倍天蔵ネジの方が強くなると。ちょっと信憑性がそうなんですよ。ほんまなんみたいな、ほんまなんみたいな思うじゃないですか。というわけでですね、天蔵タップの案件もいただいたということで、OSG さんの AXPF で立てた天蔵ネジと切削タップ、いわゆる普通の切削タップで立てた切削ネジ穴の強度比較をやってみようかなというところで、こちらに実験装置を用意いたしましたので、ちょっと気になってたんですよ、ずっと。そうでしょ。違和感がすごいでしょ。すごい、見たことない。ちょっとこちらで実験していきたいと思います。すげえ。はい、こちら用意させていただきました。すげえ。この実験装置はですね、3D プリンターのフィラメントっていろいろあるじゃないですか。ABS とか PLA とかいろいろ PC とかいろいろあるじゃないですか。それの強度実験しようと思って作ってたものなんですけど、引っ張り試験ですよね。そう、引っ張り試験をしようと思って作ってたんですけど、今 3D プリンターの熱が非常に冷めてましてそれはこんなんあったらね、非常に冷めてましてフィラメントめっちゃ買ってるんですけど、やってないです。これを今回の天蔵ネジの強度実験にちょうどいいんじゃねということで、ボツになりかけたけど、ボツになりかけているんですが復活しました。なるほどなるほど。用途を変えて。というわけでこちらの実験装置を使って、こっち天蔵ネジ M3 テストピースになっております。それアルミですか？これアルミです。アルミ。はい、天蔵ネジ。そしてこちら切削ネジ M3 テストピースになっております。同じくアルミと。めちゃくちゃでかく見えるんですけど、ネジ穴の長さ 2.5 ミリぐらいになってます。高さですよね。そうそう。深さというか。CAD の断面図をね、こちらにね表示したいと思いますが、こんな感じになってます。ここまで全部あるわけじゃない。あるわけじゃないです。全部入れると切れないです。はい。というわけで切削ネジと、引っ張り、これ普通の釣りばかりっていうんですかね。釣りばかりなんですよ。何キロで切れるかなみたいな。200キロ測れるやつなんで。そのどこ切れるでしょうね。切れるでしょうと。2.5 ミリしかないんでね、ネジ山が。目ネジが飛ぶってことですね。そうです。目ネジが飛ぶ。こちらはステンレスのボルトになっております。鉄のボルトを用意したんですが、ホームセンターで買ってきたやつピッチ 0.6 やったんで、普通 0.5 じゃないですか。0.6。旧ジスっていうのが 0.6 なんですよ。今は 0.5 なんです。なんでそんなうんねん。すぐ鉄の切り子のところに捨ててやります。はい、というわけで実験していきたいと思います。ベンチマークでございますので、3個連続でいきましょうか。ある程度平均でねじ切れるのかな。同じようなね数値でねじ切れたら説得力があるかなと思って、一応3個用意しました。やっていきたいと思います。
電源入れて、これフォールド機能があって、ある程度負荷がかかったら止まっちゃうんですよ、測定を。だから結構回し続けないといけないんで、何キロまでいったかとかっていうのをカメラで確認しつつ、僕が豚骨のわしの目でね確認していただきたいなと思います。なるほど、はい、わかりました。でちなみに、なんか飛散して豚骨にぶつかるっていうことはほぼないと。まあネジがそう外れるだけなんで、その M3 なんでね、 M16 をぶっちぎろうとしとう時に横におったらやばいですけどM3 なんでね、はい、では早速、はい、今ね0、0キロってことはないですけどね、0グラムってことはないですけど、負荷の話なんで、アルミって弱いからな。いきます。おお、結構 20？ 止まっちゃった。こういうことがあるんですよ。負荷をかけ続けないといけない。今40超えました。60、すごい。80、90、100、嘘。行きました。今ポックンっていきました。今ちょうど止まってくれて130。多分負荷が抜けたんでホールドしたんだと思いますね。なるほど。じゃあ結構わかりやすく。ほら。130そこそこ。切れた。130ぐらい。133だったかな。130ぐらい。ホールドしてたのは。なるほど。意外と M3 のメネジ深さ 2.5 っすよ。強っ。だから意外と人一人ぶら下がれるんですよ。さあここら辺はどんどん平均値を出していきたいので次行きたいと思います。さあ、切削 M3 2本目となっております。いきます。まあ目安が大体ね分かった。滑らかにいきたいと思います。止まってもた。ちょっと押してもらっていいですか。どこ押せばいいんですか。これです。これ。ホールド。今100個。でも129。僕見てました。129までこの数字終えてたの。近いですね。割と近い。平均出せそう。テンポよくいきましょう。雑ですよこの試験ね。あくまでも参考程度に。はい、0。3本目いきたいと思います。いきます。100超えました。121ぐらいかな。121ぐらい。大体120から130あたりみたいな。125か。120か。というのが切削ネジでございましたと。でネットの情報によると 1.5 倍だから180とか。転造ネジの1本目いきたいと思います。195。0ですよね。0です。いきますね。50超えました。もう一気にいきますね。一回135度まで。いきますね。もう150いってるやん。いきますよ。156とかかな。156。1.5 倍はないかな。最大値でね。最大値で 1.5 倍。でも強そう。130は普通に超えてて。2本目のセッティングができましたということで。タップの2本目。2本目いきたいと思います。50超えました。いきます。100いきます。100おっと150。押しますね。あれいけてる。いきます。もう一回。160。160。強くなってるよね。強くなってるよね。こっちが大丈夫。ちょっと 3D プリンターのスタンドが破損しました。あかん。3本目のセッティングができましたということで M3 転造ラスト1本いきたいと思います。いきます。50超えました。100押します。159とか9とかぐらいまで多分いってますね。後でねカメラでもチェックしたいと思いますが、強いですね。明らかに。ただ
1.5その最大値で 1.5 倍っていうふうにネットでは書いてたので、まあ、その範囲内1倍から 1.5 倍の範囲内で増加するっていうところで、まあ、130、120あたりのレンジの切削タップの負荷がちぎれてたのに対して150台いくということで、だこれアルミでこれやから、もし加工効果を起こすとか、なんか硬くなるやつ圧縮ステンレスとか、やったら強度もっと上がりそうな気がしますね。今パッと思い浮かんだのは、ヘリサートを入れる前に転造タップでやってヘリサート入れたら最強ちゃう最強それは最強って思いました。摩耗もせえへんしね。はい、というわけで、どうでしたか？いや強そう。意外ちゃんと本当に意外とちゃんと強いんかみたいな、M3 のネジ深さ 2.5 でそんだけ違いが出るんであれば、まあ普通ネジ使う時って 2D は使うでしょ。そうですね。 M3 のまあ、6ミリとかそうですね。で6ミリでやった時に結構差が出るんじゃないのかなと。出そう意外と違いは見出せたと。そうですね。てかそんなことより前めっちゃ散らかっとったじゃないですか。あ、わかりますかこの違い？いやエグかったですよ。ケロさんのデスクではないあれは。やってて5S とか、すごい作業効率をねやられる方っていう印象があるんで、本当にケロさんのデスクかって衝撃なんですけど。手の置き場なかったもん。まあ、ちなみにこちらの、ワークベンチ、これ作業台、台湾のメーカーのシューターというね、お気に入りの私シューター好きなんですけれども、ちなみにこれ面板の耐荷重1トンあります。全体負荷この距離で2メーター近いですよね。 1.8 かな。まあモデルによっては2トンっていうのもあるんですけど、この耐荷重の割に下なんもないんですよ。足とかその斜めの筋交いとか。筋交いとかないんですよ。ほんまや。っていうので、まあ相手の方に反対の方にこう出せるみたいな、簡単にできる。足がすっきりしてるから。筋交いがあったら当たりますもんね。そこになぜただのテーブルだとありさまですよ。散らかりようがね。実はオプションも用意されていると。これオプションなんですか？オプションです。しかもそんなに高くない。そうなんですか。16,000円とか8,000円とかそこら辺だったと思うんですけど、お安い。この棚がフレームの補強えぐい。そうです。ちょっと話関係ないです。ちょっと見てもらっていいですか？ちょっと見てもらっていいですか？えぐいねんけど。いやチラってね、どんな感じやろうなーって見た。これ見て、えぐないこれ。やりすぎやわ。このね、すごいってこれ。これもフレーム。ここにもねフレームがあると。すごっ。えぐい量のねフレームが入ってて、まあこの耐荷重1トンでこのすっきりさ、すごいですね。というような感じで、整理しましたと。前の動画を見てね、ケロはまあやらかしとんなと思われたかもしれませんが、非常に整理したと。道具自慢みたいになってしまいましたが、まだね実験あるんですよ。あるんですか？これで終わりじゃない？これで終わりじゃない。念のため保険にもう1個用意してたんで、なるほど。そちらもちょっとチェックしていきたいなと思います。行きましょうか。というわけで移動してまいりましたということで、こちら今回はね M6、ここにね線があります。見えるかどうか分かりませんが線があります。こちら線がある方が転造タップと。でこっちが切削タップと。M6 のピッチ1、一般的なやつで、まあボルトにもね不完全ネジ部がありますので、首元に、それを避けるために、まあ普通のバカ穴のね、プレート1個ずつにワッシャーめっちゃいっぱいかますんでもできるんですけど、ちょっと邪魔くさいなと思って一応作っておきました。クソ長いワッシャーですね。でこれをこう、セッティングしまして、ぶっちぎるまでというような実験を。なるほど。一応トルクレンチを使って。そうですね。では豚骨師自慢のバイスに使うんでですね。そうですね。僕お気に入りの。さあ何重のねじ切ってみたといえば伝統ですね。伝統のトルクレンチ仕様の切削タップですよね。切削です。1本目いきますよ。もういってるけど今 1.4 とか。
まあ感覚で言えばいいんですもんね、言うてるけどこれは今7ニュートンです。あでももういってるかも。あ、音が変わった。あ、変わってない。もう数値が増えない。何ぼですか。 7.75 ニュートンにして、こっちに 7.75 ニュートン。見えてる？これ見えてる？2本目ね、2本目いきます。最初はね、最初の食いつきがはい。はい、ここから怪しい。あ、ほら。あ、7.64。7.64。結構平均取れそうですね。そんなもんか。全然力入れてないですもん。本当ですか。ちょっと一回入れてみます？じゃあこの3本目。3本目ちょっとクリアしますね。不安になる締め加減。じゃあいきますよ。もうダメだもんね。ね。ああ、滑ってる感じがあるわ。あ、ねじ切った。ねじ切りました。おめでとうございます。7.26。7.26 です。まあ4ミリなんでね、板ってね。そうそうね。じゃあいきます。4本目切削タップ。じゃあゆっくりめにいきましょうか。数値がちょっと。ダメだ。ダメだ。7近辺ですね。あ、ちょっと数字見せてもらっていいですか。7.26。7.26。はい。もう大体そこら辺に。そこら辺で、じゃあ最後いきますね。最後5本目切削タップ。わかるね。伝わってくるんですよね。伝わってくるし、もう微動だにせえへんもん数値が。はいはい。6.72。6.72。でいよいよ転造タップと。だから8とか9とか言ってくれるんですかね。ね。めっちゃ気になる。気になりますね。いきますね。あ、もう強いかも。ほんまか？なんかグッてしてる。グッてしてる？グッ。ほら、押し返してる？数値も。ほら。うわうわうわ。マジかよ。バリ強い。あ、もういったけど。回った。いったけど。すごいわ。見て。10超えました。10.03。みんな転造タップ使って。マジ？転造やな。まだ1本やから。まだ1本やから。奇跡が起きた。これ違うでしょ。ちょっと嘘ついととかって思われへん。これちょっと数字も見れるようにしましょうか。オッケー。はい、というわけでちょっと見やすく数字がね見やすくなりました。すいません、切削の方見せれずに。じゃあ転造の2本目いきます。もうね感覚でわかる。もうすごい強いから。いきます。もうこの辺でもうふにゃってしてたんですけど、結構グッてしてるんですもん。ほら、もう9いきました。あ、本当。もうあかんわ。なんぼ。9.54。9.54ね。ちょっと増えた。10.06。それは何なんだろう。はい。増えます。一回やってみてください。一回やりますね。全然違う。クリアですね。いきます。結局黒森ボルトのスプリングバックまでは来てないですよ。来てないんだけど、ただ反発しようとする意思を感じるね。なんかちゃうねんな。やっぱ押しつぶされて強なってんのかな。8.7。8.7ぐらい。9.6。もう伸びたかな。今ぷくっといきましたね。9.6。ね。強いでしょ。はい。9.6。なるほど。衝撃やねんけど。意外とちゃんと。コンマ2とかコンマ5とか上がったかなみたいな感じもありえたと思うんですが。余裕で超えるからな、前のやつ。この辺あれこれ7.6。ここ弱いっす。ほんまっすか。なんかあるんですかね。バイスで掴んでるとこ強いとかあるかな。変形して。
その可能性出てきたね。アルミなんで簡単に変形しちゃうから3本分強かったもんね。あ、その可能性出てきたな。一応端っこもやっていきましょうか。端っこもやってください。ちょっと今ね 7.68 で転造いっちゃったんで、でも強いよ。強い。ここドフリーですかね、一番端っこ。はい、強い強い。いくらですか？待ってください。いきました。9.69。9.69。なるほど。こいつが異様に弱い。異様に弱い。なんかそういうこともあるんか。ボルトのばらつき。こういう感じで。ピントが合わない。はい、こういう感じで目ネジを切ってない方を掴んだと。ちょっと強い。でもさっきより強かったですけど 7.99 ニュートン。7.99。いきます。死んだな。はい。いくらですか？ 7.7。7.7。いきます。7台。7ニュートン台。いくらいきますか？ 8.19。8.19。バイクが。そこ4本目。7.21。なるほど。8.82。8.82。ちょっと強いやないかい。ちょっと強いですね。はい。じゃあ次転造1本目いきます。死んだな。9.96。9.96。ちゃいますわ。やっぱ転造使うべき。みんな転造使って。いきます。ちなみに今回の転造タップは AXPF を使用しておりますと。はい。ステマじゃございません。ガチマなんで。ガチマーケティングでやらさせていただいておりますのでね。ステルスしてないんでね。はい。OSG、AXPF 皆さんお試しください。安定してますね。はい。9.47。ホクホクしますね。ホクホクする。めっちゃ嬉しそう。はい、次いきます。こいつ強かったな、こいつ。いくらでした？はい。10.56。こいつ個体値良かったですね。選別ね、ポケモンとかでもありますもんね。攻撃特化とかね、ありますもんね。こいついいやつでした。9.74。9.74。あれ？そいつはいきません。こいつ個体値低いやつでした。8.98。8.68。68。はい、ちょっと個体値が低かったですね。低かった。はい、というわけで、意外や意外。眉唾の都市伝説系の話からだってね、金属の組成がとかって言われてうさんくさっと思ってしまうんですが、正直ね、思うんですが、意外と結果出たと。ちゃんと強い。でアルミで結果出るから転造使ってほしいと思う人増えるんじゃないですかね。そうですね。だってもう最悪図面に転造タップのこととかありそうじゃないですか。なんかそういう指示あるらしい。あるんですよ確か。転造使用ダメとかね。そうなんですか。逆にダメとかもあるんですよ。ダメなことないよ。いろいろあるんですよ。そうですか。転造って組成をこうブーってやっていくので、山の頂点がこう丸くなってない。こうピッてなって若干へこんでたりするんですよ。だからここのところがシール性が悪かったりする。なるほど。とかっていうのがあるので転造ダメだよっていうパターンもあるらしい。強度がどうこうじゃなく形状がちょっとやめてほしいっていうのがある。でもそれ以外あればね。切り子が出ないんで加工が非常に楽ですよと。掃除も楽でしょ。で刃持ちがいいから1本のタップずっと使えますよみたいな。切削タップより少し高かったとしても2倍3倍4倍平気で持つタップ、転造タップで加工者に優しいに加えて
アルミのネジ山の強度をまあテンゾータップ使うだけでまあ何割か、そうですね、2割とか意外や意外。テンゾー強度マジで上がってますと。どうですか皆さん。OSG の AXPF、SXPF から進化した AXPF ぜひお試しください。安定感強っ。ゴリゴリやん。ガチガチのマーケティングで言ってますから、メーカーの皆さんぜひなんとか重工にご依頼いただければと思いますのでね。こんな感じでね、もう嘘偽りなく、嘘偽りなく、そのままただやるから正直ほんまにテンゾーのネジが大差なかったらこき下ろしてましたけども、嘘つけ、嘘つけ誰が 1.5 倍やねんみたいなまあ今回 1.5 倍いってないかもしれないけどマックス値で 1.5 倍みたいな風に伝えしてましたので、まあ嘘はないのかなと。実際テンゾー利点あると、加工者にも使用者にも利点があるかなと思います。まあとはいえですね、非常に簡易的な測定となっておりますので、ここら辺の数値をもとに何か設計をするとかいうのをねやっていただくとして、ちゃんとしたデータをね参照していただきたいなと思います。というわけで皆様ご参考になりましたでしょうか。参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。